そうか、お主があの音に聞こえたガオ騎士宗家の。はっ、がっかりじゃな。どれほどの男かと期待しておったが、こんなクズどもの頭なら程が知れる。この町に最強は2人もいらん。立ち会ってもらうぞ、高柳光臣。弱えな。さっき最強がどうとか言ってたな。悪いけど俺は違う。俺は俺よりもっと強い人を知っている。なんじゃと？あんたの兄貴のことだよ、夏目麻也。わしを知っておったのか？よし、なんだマヤ、また盛大に負けたな。どうしてここに？いや昨日三海から電話あったよ。おめえと喧嘩になりそうだけどどうしましょうってな。構わねえからボコボコにしてやれっつったのさ。兄上。チーム刀、三海は俺の後のヘッド候補だ。知っとけバカ。手加減なしで相手しましたけど、女の子を殴るのはちょっともう。おうおうおう、言うねいっちゃん前に。この小僧っ子が乗っけてってやるよ。歩けねえだろ。歩ける。一人で帰る。泣いてたぜ、顔くしゃくしゃにして。やっぱちょっと手加減した方が良かったっすかね。いいんだよバカ、あんなのほっときゃ飯食いや元に戻んだからよ。シン、ほんと屈折してんのな、お前らの兄弟愛って。マヤちゃん、おめえがここに来たから泣いちゃったんだぜ、きっと。あ、どういう意味？まあ分かんなきゃ分かんねえでいいけどな。なんだってね、気持ち悪いな。でも本当可愛いっすね、彼女。あ、なんか俺マジになりそうですよ。そして春。今日この場に集いし我ら287名はこの学園で苦を共に喜びを分かち文武の両道を極めんと切磋琢磨することをここに誓います。新入生代表高柳光臣。この学園はパラダイスだ。きっと君たちに最高にスリリングでエキサイティングな日々をプレゼントしてくれるだろう。いい場所だな。こんな大きな桜はうちにもない。俺も識字さえなけりゃ入学式なんか出やしないんだが。慣れ慣れしく声をかけるな。せっかくの憂鬱な気分が壊れる。兄にはな、この季節はこやつらの歓喜の歌声が聞こえるという。わしにはただ命を散らしているようにしか見えん。言っておくが、あの時わしは負けた覚えはないぞ。兄さえ来なければまだ戦えた。勝負は続行中じゃ。他の者に寝首をかかれたりするなよ。わしもそれまでに少しは強くなっておくの。参ったか、刀狩りだぞ、ふざけやがって。おう、みんな揃ったが。昨日キーボーがやられた。刀狩りか。今月に入って3人目だ。
やられた連中には悪いが、シンも喜んでたよ。刀の切れ味ってのは試し切りぐらい見せてやらねえと素人どもには分からねえらしい。あんた夏目麻也さんだよね。これ渡してくれる？兄ちゃんに。ついでにこれも言っとけや。この学園はパラダイスなんかじゃねえ、地獄さ。この俺様が入学したからにはな。わしは伝言版ではないぞ。気張んなよ。中学の頃そこらであんたの名前聞いたけどな。みんなあんたの兄貴に遠慮して手抜いてただけだって自分でも気づいてんでしょ。今の言葉、もう一度言う勇気はあるか？あらら、なに怒った？怒ったの？ごめんね。だったら今すぐお兄ちゃんのところに飛んでけっての。私泣かされちゃった。敵撃ってってな、このブラゴン。俺は男女差別なんかしねえぜ。喧嘩の時だけはな。天の竜海魔山剣天王。早い。いいぞ。中連ポーター。このシンさん強い。今俺たちがあいつを助ければ体は傷つかんかもしれんが、心には一生消えねえ傷が残る。それは武闘家として死よりも辛いぜ。わかるな？でもここは耐えろ。お前が本当にマヤのことが好きなら。俺も耐えてる。やろう。こらマヤ、つまんねえぞ。一発ぐらい返してみろや。ギャラリーの皆さんを退屈させんじゃねえ。シンさん。おう、こりゃどうも。こんなに早くお目にかかれるとは。誰だお前は。まず自分の名を名乗れ。まあいい。このご中の赤いジャンキこと真田正宏君はてめえなんざ眼中にねえ。用があんのはこっちの兄ちゃんだけだ。一つだけ聞いておく。刀のメンバー的にかけてんのはお前か？だったらどうするよ。ああ、生まれ変わって出直してこい。ハゲ。どこを見ている赤いジャンキとやら。勝負はまだついておらぬ。お主が来なければこちらから行くぞ。待て。ついサービスしすぎたわい。ダッセー喧嘩してんじゃねえよ。見てるこっちが恥ずかしいわ。うるさい。どうして兄上はわしが喧嘩するたびに見に来るのじゃ。ほっといてくれ。そうしてほしけりゃとっととやっちまえや。もうあなて。いいからいいから。この男死ぬぞ。誰か救急車を呼べ。早く。まだ助かるかもしれん。その必要はありません。クズの発信術、骨幹清掃。これでお腹の傷を塞げば問題ありません。この程度のことでオタオタしてたらこの学園では持ちませんよ、三臣君。どうも、クズの葉マナさん、シンさんの彼女ですよね。お前も結構強くなってきたんだけどよ。技が大味すぎるぜ。まずは虚と実ってのを覚えてだな。もういい兄上。よくねえよ。大切なことだぞ。もういいと言っておる。いつまでも子供扱いするな兄上。なぜ手助けなどした？兄上、
わしが気づかぬとでも思うのか。二度は許さぬ。マヤ、俺は本当はお前に強くなんかなってほしくねえんだ。お前は俺のそばにいればそれでいい。だからずっと俺と。何か言ったか、兄上。いや、なんでもねえよ。クズノハさん、どこです？クズノハさん。クズノハさん、脅かさないでくださいよ。クズノハさん、どういうことですか？わかるでしょ。それともあなたほどの人でもシンくんは怖い。さっき殺人技って言ったわよね。いつもそう。あの人はマヤちゃんのことになると見境がつかなくなるもの。私がそばにいなければあの人今まで何人殺してきたかわからない。不思議な兄弟でしょう、あの二人。兄弟っていうよりまるで相思相愛の恋人みたい。私のこと軽蔑する？いえ。おう、心でもいいんじゃねえか。いつまでつけ回す気だ、刀狩りさんよ。実はな、刀狩りの犯人がほぼ判明した。やられた石松たちの情報を総合して出した推測だが、十中八九間違いねえだろう。あんまり驚かねえな。自分の惚れた女が犯人だってのに。まさか。驚いてますよ。でもなんとなくわかる気がして。そうか。それとお前、最近クズの葉とちょくちょく会ってるらしいな。誰に聞いたんすか、そんなの。あの女が自分で言いふらしている。関わるのはやめた方がいい。いずれ真の耳にも入るぞ。何しろ刀狩りの件もクズの葉のことも真にはしばらく黙っていた方がいい。耐熱合金と申しますが、アメリカはロサンゼルスにあります研究所で石田ってやつが私のこと好きなんだって。このラーメンめちゃくちゃうまいんだよ。この豚骨スープたまんない。おちゃおちゃうるせえんだよ、クソが。こっちは全部聞こえてるっつうの。たく気狂いそうだぜ。たく。おう、お揃いだな、皆の衆。文七、てめえ俺たちに何か隠してることがあるっちゃね。当たり前だ。てめえは俺のお袋か？刀狩りのことだよ。親衛隊長の石松がやられたんだ。石松を倒せるようなやつなんて限られてるっしょ。全員で調べりゃ一発じゃん。メイドはついてる。もう少し待ちやがれ。だったらそのメイドってやつだけでも教えてほしいっちゃがね、副長さん。なんかさ、私にはあんたが必死に犯人を隠してるように見えるんだけど。あ、ねえちょっと火貸してくんない？ぐだぐだくだらねえこと言ってんじゃねえ。俺のやり方に文句があんのならてめえらいつでも相手になってやるぞ。これ何です？プレゼント。中は帰ってからゆっくり見て。さっき聞いたでしょ、どうして俺なのかって。
答えは多分その中にあるわ。誰でもよかったわけじゃないってことですか？もちろん。私はあなたが入学してくるのをずっと待ってたの。ずっと。今は嘘に聞こえるかもしれないけど、明日になればきっと信じられるわ。それじゃあ。エミ。はい。ここに。私を軽蔑しないでね。いえ、これはマナさんのお役目ですから。ピアスとこれは。おいこら、誰の妹に手出したか分かってんのか。こらやめてくれ。落ちろ。こら落ちろってんだよ。俺とシンとは10年来の付き合いだ。誰だこいつは。待ってください。俺ら刀狩りとは何の関係もねえっす。本当です。心配するな。別にお前らが悪いわけじゃねえ。ただの憂さ晴らしさ。何なんだあのシンの姿は。何だってんだよ。誰だ。誰が何のために。こんなもん取ってやがるんだ。三つ編み。どうして俺なのかって答えは多分その中にあるわ。その中に異能者を管理把握するのはガオ騎士宗家である高柳の重要な仕事の一つ。幼少期から力が顕在化していた夏目信は貴重なデータサンプルとして本人の了承のもと数十人のスタッフによって常時監視記録されてきた。そして高柳家に仕えるクズの葉の家の私に与えられたのは夏目信の彼女という役目。単なる役目だったはずなのに。どうしてこれほどまでに愛おしく感じるんだろう。よいなあ、お主は自由じゃ。おい。なんという激しくも美しい旋律か。すまぬ、邪魔する気はなかった。さすがは格闘界の種馬と呼ばれるだけのことはある。それを言うならサラブレッドだろう。それにただ闇雲にぶったたいてただけだ。こんなのは剣とは言わん。その手はどうした？ああ、これか。止まらないんだ。食ったやつがいるのさ。俺の心臓を。あれは人間の技じゃない。あんなことができる人間がこの世にいるわけがないんだ。兄上が怖いか？お主ほどの男でも。俺は舞踏家として一度はあの人と真剣に戦ってみたかった。だが今は戦わなくて済むのなら、たとえ蔑まれようが呆れられようがそれでも構わないと。なんと卑屈な。俺にはこんな大層な剣などいらん。
心こそ心惑わす心なり。お主はわしと似ておる。まともにやりよって勝てる相手なら、わしとて刀狩りなどと姑息な真似は花からせぬわ。俺らのチームのロゴどこで手に入れたんだとはほう。います。俺らその夜プラプラしてて、ちょうど学校の前通りかかったんす。したら校門のとこにあの革ジャンはっつけてるやつがいて、嘘じゃねえっす、本当っす。ちら見たんしょ。暗かったんであんまよくは。けど女みたいな、髪がやたら長くて、この辺からこんな。ビンゴ。決まりっちゃね。分七が必死に隠すわけっちゃ。たとえ犯人がヘッドの妹だからって遠慮するほど人間できてねえっちゃ。遅かったな。集合時間厳守しないと。お前なんで刀狩りなんか。わしなりの答えさ。兄上に対するな。兄上は出来損ないのわしを守るために、ただそれだけのために強くなった。ならばわしは兄上の作り上げたもの全てを壊してやろう。全てを壊し、兄上が及びもつかぬほどの強さを手に入れてやろう。そうせねば兄上はいつまでも狂った獣のままじゃ。入りなさい。ほら危険です。入らないで。じゃあそこ。危ないなおい、前毛。やったな、死んだな。そうだ、死んだ。もうやめとけ。ウータン、お前無事だったのか。いや、こんなかボロボロ。ケツは俺が持つよ。俺が真のクソをぶっ殺す。久しぶりにあの野郎に俺のあだ名を思い出してもらわねえとな。文七、確かにお前は強えけどな。それでもお前は死にゃ勝てんよ。どういう意味だ。来ました。遅れるのなら連絡が欲しかったわ。ちょっと野暮用がなあったんで。仲間を半殺しにするほどのことでも君にとっては野暮用かね。お久しぶりです。ガオ騎士宗家武領宗図高柳道元師父。もう諦めたまえ。さっきは痛かったぜお嬢ちゃん。慰謝料としてそのわがままバディ素直にお兄さんに委ねなさい。そんなに私の体がお望みならどうぞ好きに遊ばせ。こんな体でよろしければ。なるほどね、暗記使いか。マジかよ。とどめ刺す気か。上等だこの野郎。くだらねえぜ。なんだって俺様がこんな痛え思いまでして戦わなきゃならねえんだ。あんなバカのために。帰ったらお仕置きだからな。分かったかシン。彼女はお気に召さんのかな。一度も手を出していないと聞いたが、生地どこぞで聞いたような名前だけに余計。師父、ご用件を。私も学生の身とはいえそれほど暇でもありませんので。要件とな。当ててみせ。お主のそのお得意の龍眼とやらで。
なんだこりゃ。ヤバいのとは関わり合いになりたくねえよ。乗車拒否すんなよ。エコーカードに書くぞ。よう、シン、探したぜ。ジェイン、なぜ彼をこんなところまで来させたのです。今日私たちは大事な話があるとあれほど。申し訳ありません、クズの覇女。恐れながら、もともとあなたが三臣様に不用意に渡したメモリーカードが元凶なのでは。あなたがあのようなずさんなやり方をしたために中の映像を見られ、我々は彼にまで監視を置く羽目になったのですよ。なんてね。いいんじゃないの別に。この二人、東堂の生徒、つまりはモルモットなわけでしょ。だったら遅かれ早かれやり合わなきゃならない運命なんだから。ジェイン、今のあのチャイニーズが言っていたのはどういう意味だ。V7、てめえな、うぜえよ。ちっとばかし友達ごっこに付き合ってやってりゃ、調子くれてこんなとこまでのこのこ来やがって。何人を見下したような面で。シェフ、危険です。お仕置きタイムは改め、妖怪退治としゃれ込むかな。彼の流派はありません。強いて言えば喧嘩殺法無手かつれですが、学園内で彼に勝った武闘家は未だ皆無です。東堂最強のど素人。気のせいじゃねえ。今確かに。どうしたよ V7。これほど強烈な殺気だ。彼にははっきりと自分が切られた瞬間が見えたはずです。シンがその気になれば彼は2秒で死んでいる。この野郎！落ち着け。よく見ろ。今までにもこういう喧嘩は何度もあった。死ぬつもりで懐に飛び込めば本当なんざそれほど怖いもんじゃねえんだ。この国の人間は窮地に陥るとすぐに死の覚悟などと言い出すけど、それは悪い癖だよ。そんなもので勝てるなら武術はいらない。学園最強とまで言われる男、まるで問題にせずねじ伏せる圧倒的な力を持った彼。なぜかその姿はとても小さく哀れなものに見えた。マナ、もうよかろう。シン、ここ最近のあなたの行動は目に余るわ。この刀は私がしばらく預かります。話しなさい。命令ですよ。
シーンやっぱしな、ビデオを見た時からピーンと来てたんだよ。シン、てめえの龍眼とやらはその刀を触ってねえと使えねえ二流品だ。油断させるためにわざと刺されてやったんだよ、ボケ。死んでも殺す、それが俺流の死の覚悟ってやつだ。返してやらなくてもよいのかね。頭の隅にわずかに轟音のかけらが届く。胃の中まで流れ込む鉄の味、そしてこの匂い。ああ、これは俺が焼けている匂いだ。愚かだ。羽を失い我が身を焼かれてまでなぜに暗闇に光を求めるのか。妖怪退治終了。どうしちまったんだよ、シン、おめえは。こんなうさんくせえ連中に媚びへつらって、俺様のゴールデンレッグをこんなに風通しよくしやがって。一緒に走ってきた仲間まで裏切って、クソ刀に頼らねえと喧嘩の一つもできねえ。こんな怪我人一人倒せねえふぬけ野郎になっちまいやがって。お前に俺の何がわかる？わかんねえよ。わかるわけねえだろ、このタコが。てめえがわけわかんねえことしてっから。俺がここにいるんだ。刀をシン、てめえ一体何がお前をそこまで。俺は闇、決して蝶にはなれぬ。ただ闇をさまよう愚かながマヤをシーン。マヤ、行くな。マヤ。大丈夫じゃ。わしはどこにも行かぬよ、兄上。しかしよくここまで殴られたな、兄上。このような兄上を見るのは初めてじゃ。兄上、ガと炎の話をしたことを覚えておるか？思えばあの頃からか、兄上がわしのことを。行くな、マヤ。大丈夫じゃ。わしはここにおる。怖いよ、マヤ。炎が俺を焼くよ。
私は炎は嫌じゃ。兄上を焼く炎になぞなりとうない。わしは蝶がよい。兄上も蝶じゃ。わしは兄上と同じ蝶がよい。兄上と同じ炎で兄上と一緒に焼かれるのなら、わしはきっと怖くない。おいおい、知ってる？チーム刀壊滅だってよ。仲間割れだってな。全員入院3ヶ月コース。一人残ったって聞いたぜ。そうなの？ま、どっちみちもう終わりだよ、刀は。刀の解散式をやろうと思ってる。事実上チーム刀はすでに消滅していると言っていい。集会といっても来る者は誰もいないだろう。三臣、お前だけは来てほしい。刀の解散式な。ああ。お主と兄上二人だけの解散式か。あの怪物が成長している。あらゆるものと絡み合い、融合し、ひしめき合って、どうして俺なんだ。あなたの監視体制が今日付けで解除されます。夏目真のデータサンプルはこれ以上必要ないという上層部の判断よ。つまり私のお役目も今日が最後。このお役目を命令された時、死にたいくらい嫌だったの。だってそうでしょ。名門と言われる家柄で何不自由なく育ってきたのが、突然あなたみたいなデータサンプルの彼女扱いだもの。しかもその本人たるや極度のシスコンで、わがままで意地っ張りで、切れたら何するかわからない二重人格。おまけに人殺しだったわ。あなたは出会った時から何一つ変わっていない。そう、変わってしまったのは私だけ。解散式は明日。正直行くのが怖い。あいつとクズノハさん、なんで。確かこっちの方に。もともとね、3年前シンくんに刀を作るように勧めたのは私なの。監視されてばかりの毎日じゃつまらないだろうからって。表向きはそんなたわいもない理由だけど、本当は普通の学園生活を送るよりはより多くのデータが取れるだろうっていう高柳家からの指示だったのよ。でもね、案外彼は楽しそうだった。どこかで見つけてきたボロボロのバイクを自分で修理し始めたりしてね。その時初めて彼はお役目以外のことで私にも話しかけてきて、まるで普通の高校生みたいに。暗闇をさまよっていた彼が見つけたほのかな光。初めはぎこちなく、でも少しずつ彼はその光を育てようとしていた。仲間っていう光を。そうか。なぜ文七君にすら全てを秘密にしていたかわかる？巻き込むのが嫌だったんだ。仲間を血にまみれた闇の世界に。あなたが全てぶち壊したのよ。あなたが刀狩りなんてくだらないことしなければ、彼は仲間を裏切らずに済んだ。おかしな話じゃ。光は本来からそこに闇と等しく存在するもの。もし周りが暗闇なのだとすれば、
それは兄上が自ら暗闇に身を置いているのに過ぎぬ。のう、世界はこれほど光に満ち溢れておるのに。兄上は果報者じゃな。こんないい女が2人もあれやこれやと世話を焼いてくれて。見てたの？すみません。悔しいけど惨敗かも。私、あなたがマヤちゃんに惹かれ始めてからあなたに近づく理由がもう一つ増えたの。何が何でも邪魔しなきゃって。だってあなたとマヤちゃんがもしうまくいってしまったらシンくんが悲しむわ。俺は何一つ知ろうとしなかった。彼女たちの決意を、あの人の苦しみも。情けねえな俺。何やってんだよ俺一人。こんなところで道草してる場合じゃねえだろ。高柳光臣。うっすうっす。光臣、赤ん坊がすっぱだかで生まれてくるって話、お前は信じるか？俺はそんなもん嘘っぱちだと思う。人間ってのは花からいろんなもん抱えて生まれてくんだよ。例えば高柳家嫡男つうお前の立場とか、俺のこの力だったりとかな。でもその後着る服はみんなバラバラですよ。それが唯一の救いだ。轟音の中猛スピードで疾駆する俺たちの会話は、同じ速さで走ることのできる人間にしか聞こえない。高柳の下について監視してもらってりゃな。力が暴走しても必ず誰かが止めてくれると思ってたんだが、そんな親切なやつは一人もいなかったよ、この8年間。いつも俺はこの人の背中ばかりを見て走ってきた。超えようこの人の背中を。光臣、もし俺がな。新さん、そろそろ俺前行かせてもらいますから。どうして俺なのか、そのようやく俺は理解した。もしこの人が自分との戦いに敗れた時、その幕を引くのは俺であり、この人がそれを望んでいるのだと。予備戦に出るには残り2人必要っすね。当てはあるんですか？いや、別に誰でもいいさ。俺ら3人が確実に勝てば何の問題もねえ。相変わらず大した自信ですな。その看板、一体どこにかけるつもりなのか聞かせてもらおう。おちゃおちゃ言ってんなよ岩尾。この看板が目障りなら力ずくで取れよ。俺もこの道場を力ずくでもらう。それがここのルールだぜ。とりあえず場所は確保したが、3人で使うにはちょい広すぎるな。俺あと1人なら当てがないこともないですよ。シンさんが新しい部を作ったっていう話、耳に入ってんだろなあ。
お前一緒にやらないか。いつかさ、俺シンさんとは絶対に戦いたくないなんて言ったよな。蔑まれようが呆れられようが、あの人とは戦いたくない。あれ嘘だ。本当は誰よりも俺自身が一番望んでいる戦いなんだよ。手はまだこんなんだけど、もう恐怖に震えているわけじゃない。武者震いさ。俺さ、今すっげえドキドキしてるよ。なあ、わかる？この気持ち。なあって起きてんだろ本当は。おい！のう、三つおみ。お主、人を殺めたことはあるか？いや、ないな。そうであろうな。わしもない。でもいつかは相手が死んだりすることはあるかもな。それぐらいの喧嘩はしょっちゅうしてるし。兄上はある。死んだのではなく殺した。8年前、その時兄は10歳、わしは8歳じゃった。来ちゃダメだマヤ、危ない。平気じゃこのくらい。わしとて舞踏家の小僧。みよ、父上からいただいた。お、すごいな。おっと、触れずにみよ。この刀は決して余人に触れさせてはならぬと父上に固く申しつけられておるのじゃ。じゃが兄上がどうしてもとわしにお願いするのなら、少しくらいは触らせてやってもよいぞ。なぜじゃ父上、なぜ兄上を閉じ込めるのじゃ。これが十二宗家に知れれば、秦はもちろんこの家も無事では済まん。とにかくここには誰も、特に綾は絶対に近づけるな。そして十二宗家の目から逃れるため、東北の旧家に里子にやろうと父上が兄上を牢から出した。その晩、兄上、兄上、父上が、母上が死んで。人間って結構硬いんだな。ほんと最後の最後までうるせえやつらだったぜ。マヤ、これで今日からはずっと一緒だ。兄上は焼かれたのじゃ。力、己自身の弱さ。わしは強くなるということが恐ろしくてたまらん。でも立ち止まることも怖いんだろう。俺は行くよ。あの人の姿が見えなくなることの方が怖いから。お前が今まで担いできたもの、俺も背負ってあの人を追いかける。もうお前は一人じゃない。鼻の曲がりそうなセリフをペラペラと。バカ者め。三海、お前当てがあるって言ってたが。結局ダメでした。そうか。まずは手土産にうちのクラスのクズオくんじゃ。何やら予備選に参加したいようなことを言っておったので連れてきた。よろしくっす。とりあえず入部はするが、賭けはまだ続行中じゃ。おみくじ1枚でケリをつけるほどわしらの仲は軽くはなかろう。ふん。我が校は明治初期に数百とも数千とも言われる武芸諸流派を統合して生まれた学び屋である。今では部という形に姿を変え、現在96部が存在する。そこで諸流派をまとめ、
学園を統括するために生まれたのが執行部制度であり、優勝した部は直ちに執行部に任命され、その部内で選出されたものがなんだ。兄上はなぜこの大会に参加した？わざわざ新たに部まで作って。会長の椅子とはよほど座り心地が良いと見える。アホか。なきゃあるかよ。家庭史窮屈だし。ならばなぜ？各部より選ばれた5人の選手は己の真偽をもって誇りをかけて戦うべし。ああ、なんじゃそりゃ。ルールがよくわかんねえんすけど。そのまんまの意味だよ。要するに各部5人選抜ってとこ以外は花からルールなんざありゃしねえってことだ。武器使用か急所攻撃か対戦場所自由、対戦方式自由。めっちゃくちゃじゃないっすか。ここ日本っすよ。俺ら高校生っすよ。ちょっと休養が。おい、どこ行きやがる。勘弁してくださいよ。もし吹き上がったらハゲ上がるまでいじめ抜いてやるから覚悟しろ、クズを。何よりもまずあいつらが素直に逃してはくれまい。見よ。奴ら全員を敵に戦いはすでに始まっているようじゃな。その通りだな。あとは一人取った。バカが油断しやがって。なるほど、これが予備戦か。面白い。これは定めなのだ。シン、お前は絶望していたはずだ。その力とお前の存在をすべて無に帰す男。どうした？ボケっとすんなよ。いつ後ろからぷっすりやられるかわかんねえんだから。ああ、すまん。分かってるさ。本当は死ぬことが怖いわけじゃない。あいつに全てを奪われて消えてゆく俺自身が許せないからだ。始まりましたな。バヤ！引っ込んでろ！懐が隙だらけなんじゃが。この妖怪アブラムシが！おかえり。いいんすかね、俺らこんなとこでのんびりしてて。いいんだよ、やりてえやつらにやらせときゃよ。負けたら負けたで早く帰れてラッキーじゃん。マジでやる気ねえんだなこの人。あのコンビをいっぺんに相手にして勝てるやつはこの学園にもそうはいねえからよ。それは事実上の優勝宣言と受け取ってもいいのかしら。クズの葉。あ、どうもです。あら、もう終わったの？さすがね。それよりシンくんは？シンさんならさっき東堂のおっさんが連れてったっすよ。なんか偉いさんが来てるらしくって。クズのお前。知らない。本当よ、何も聞いてない。クズの葉マナが君から取り上げていた刀だ。返そう。エミ、どこにいるの？近くにいるんでしょ？いるなら返事して。エミ、チェイ。今日は存分に切りたまえ。私が許す。
シフがシンくんにそんな命令を。正義とは混沌とした闇と暴力の果てに生まれる絶対的正義の象徴、真の武人を完成させるには滅ぼされるべき絶対的な悪の存在が必要不可欠なのですよ。4回戦だ。この塔の5つの教室を使っておのおの1対1で戦う方法を望むがいかに。なんでもいいからとっとと始めようや。よっしゃ。わしの相手は誰じゃ。俺だ。よろしく。さすが妖怪じじい、瞬き一つしやしねえ。ほんだ俺が何を晒すか小僧。俺は今の俺もこの学園も結構気に入っている。それに今となっちゃあんたの命令を聞かなきゃならん恩義は何もないんで。そんじゃ道元師傅は古いタイプの人間だからね。今でも人間が恩や定規や権力で動くと信じている。しまった。夏目真の場合、この方が数段手っ取り早い。この学園には高柳家が全国から集めた異能の力を潜在的に持った人間が十数名存在します。真の力の発動は彼らにとって暁の形成なのです。今一つインパクトが足りないな。フック邪魔だね。シェフ、お怪我はありませんか。だからあれほど一人でお会いになるのは危険だと。致し方あるまい。ゲスなやり方ではあるが風に任せよう。よう、遅れて悪かったな。俺の相手は誰だ。俺だ。中に入れ。なんだこの嫌な感じは。腐れ刀めが主人の目覚めに喜び打ち震えておる。見たまい。いつぞや喧嘩屋の確か文七君だっけ。彼は夏目真の能力を刀がなければ使えない二流品だなんて言ってたが、とんでもない。一度発動してしまえば霊気なしでは制御ができないほどの強大すぎる力。あの時真は勝つために刀を欲したんじゃない。暴走した自分が俵君や周りの人間を殺してしまうことを恐れたんだ。
かり忘れてましたよ。暗記の使い手のあなたならロープを切るなど造作もない。ん？このイスズエミ、一歩たりともあなたを外へは出させません。暴走したシンくんを止められる人。力の制御すらできない小僧と苦内投げしか脳のない小娘にこのフーチェインをどうにかできるとでも思ってんのか？ああ！痩せても龍眼か。血のパワーの流れを読んで外しやがった。あ？しょうがない、次は本気だ。やめよう、兄上！なんということだ。こんなはずでは。なんともねえってさ。全然異常なし。体の両面に内出血によるあざがある以外はね。おそらくその柔軟な筋肉が衝撃をほとんど吸収してしまったのだろう。ありがとうございました。助けていただいて。いや別にあれ親父は？あら、さっきまでここに。犬は犬らしく分をわきまえろ。万が一のことがあってみろ。今頃お前東京湾の底だぜ。シンさん。
悪いな三尾。この眼帯の方から振り返ったせいでよ、お前だってことに気づくのが遅れちまった。兄上。分かってますよ。あれはただの事故ですよ。そうに決まってる。あの時わしは怖かったのだ。兄上が壊れてゆくことよりも三つ臣が傷つくことが、ただそれだけが。大丈夫だったかマヤ。三つ臣。もしあの時わしが叫ばなければ三つ臣は撃たれることもなかったかもしれん。悪いのは龍眼でも霊気でも運命でもない。どうしたんだよ。兄上を焼いておるのはこのわしじゃ。だからもうわしには関わるな。そう言おうとしてなぜかその言葉は喉の奥で引っかかったまま口から出なかった。親父、あんたは正しかったよ。力も剣士としても二流だったが、少なくとも俺よりは先が見えてたわけだ。ようやく見つけたぞ兄上。おいおい、今日は決勝まであるんだぜ。おめえまで休んだら文七も大変だな。これは兄上は昨日という日が来ることを知っていたな。あのような最悪の結果が来ると分かっていながら、なぜ。答えよ兄上、答えいかんによってはわしは兄上を許さん。耳を澄ませよ。聞こえるだろう、運命の音が。聞こえぬ。わしにはそんなもの。いや、聞こえてる。この雨の一粒一粒は偶然その場に落ちているわけじゃねえ。大気の温度、風の向き、強さ、すべてはそこに落ちるべくして落ちる。必然と必然がより集まり、より大きな必然とぶつかる。一つ一つピースが組み上がっていくように、やがてそれは大きな流れとなり川となる。それが運命ってやつだ。雨音を聞くだけなら簡単だ。だが雨の一粒一粒が何を意味しているのかまでは俺にはわからない。笑えるだろう。なんだって神様はこんなちんけな役立たずの力をよりによって俺宛てにお授けになったと思う。それは奴が筋金入りのネクロマニアだからさ。見ろよ、俺の歩いてきた道を。マヤ、お前だけは何があっても俺の味方だよな。もう兄上を責める言葉は見つからなかった。兄上の瞳からとめどもなく涙があふれているように見えた。これより第105回東道学園天覧部会決勝戦を執り行う。赤銃剣部。おい、シンたちは今日も3人とも登校してねえっす。青統合閣議部。どっちだと思う？いくら俵でもあの5人を全員抜くのは無理だよ。
三臣か、あんたね。分子さん、先方は俺が出ます。どいてください。始め。気のせいか。いや、この感じ間違うわけねえ。これはまるで待ってる人がいるんですよ。ずっと上でね。そしてもうお互いに寄り道してる時間はなくなったんです。はえ。一体何がありやがった。2日前とはまるで別人だ。これより第5試合を開始します。あちゃ赤勝者高柳。さあ5人抜きだ。第105回展覧部会優勝銃剣部。気に食わねえな。学園のトップランカー5人を秒殺したってのに、なんて余裕のねえ面してやがる。1試合平均36秒、トータルジャスト3分。ギリギリでした。すぐに針を。大丈夫、ちょっとフラッと来ただけだから。一体どうなったんすか、俺の体。今あなたの心臓は毎分200回以上のドーピングでも不可能なスピードで鼓動しているの。おそらく龍眼によって打ち込まれた大量の気がそれを引き起こしている。いつ心臓が破裂してもおかしくない状況だわ。でもそうやって送り出された大量の血液は体中の筋肉と脳細胞を活性化させ、常人離れした身体能力と判断力、そして代謝を生んでいる。今のあなたの超人的な戦闘能力はその副産物よ。それも3分間だけのね。それ以上は体が持たないわ。3分間だけか。すげえな俺、特撮ヒーローみて。どうして決勝に出たの？無理して出なくても俵君がいるんだから、きっと。悲しくなっちゃうじゃないすか。自分の兄貴のせいで俺がこんな怪我していることを知ったら、きっとあいつが、マヤが悲しむ。まだダメだよ、フーさん。寝てないと。黙れ。死んだふりはもう飽きた。フーさん、何する気？決まってるだろう。一昨日は油断しただけだ。そうでなければこの国のカス剣士などに俺が負けるわけがない。痛えんだよ、チクショー。この苦しみを奴に伝えるにはまずは妹だ。耳を削いで鼻を潰して生爪を剥がして指を一本一本切り落としてやる。フーさん、行くぞ。用事は済んだ。帰るぞ、マヤ。何をしてきた？今一体何をしてきた？兄上！マヤ、もうお前は余計なことを考えなくてもいい。俺だけを見ていろ。逃げたら殺す。もちろんお前をじゃない。お前が逃げた先、頼った先、お前に関わった人間一人残らず殺す。フーコーチ、
こんなことができるやつは限られてます。シンさん、いるのは分かってますよ。シンさん。なんじゃお主は。シンさんはどこだ。兄上はおらぬ。お主、一体どうしたというのだ。なんでそうやって全部一人で抱え込むんだよ。言っただろう、俺もお前の背負ってきたものを一緒に背負って。お前は一人じゃないんだって。たまには弱くなれよ。強くなるから、お前の分も俺が強くなるから。良いのではないか。この男なら、この男の胸になら飛び込んでいっても良いのではないのか。三つおみ。帰れ。頼む三つおみ。帰れ。もうわしに関わるな。今すべてが分かった。三つおみ。3ヶ月、いや2ヶ月だけ時間をくれマヤ。その涙を俺が止めてやる。俺が奴を倒す。どうしてもかね。はい。俺はこの戦いをするために銃剣部を作ったんです。そうか。何事じゃ一体。いや、俺もよくわかんねえんすけど、シンさんが急に写真撮ろうって言い出して。写真？おう、来やがったな。どうもどうも、遅くなりましたっす。前から言ってたんだよな。そういや、銃剣部作ってから写真なんか1枚も撮ってねえってよ。見ろ、こいつのわざわざ私服に着替えるほどの気合の入れっぷりよ。うせえ、学ランなんざ着て映れるかっつの。だせえ。おやまあ。それじゃあ行くっすよ。いいっすか。今日があの日からちょうど2ヶ月目だ。もしかしたら、いやきっとみんなで写る最初で最後の一枚だ。だから最高の笑顔で写ってくれ。はい、チーズ。一切の感情を殺してやがる。こんなの試合じゃないっすよ。あまりにもひどすぎるっす。やめろ三つ折り。どけメガネブス。この試合は正式な執行部会長の選出戦です。運営委員の一人として止めることはできません。そんなこと言ってる場合じゃねえだろ。それでも止めることはできません。やめよう。もうやめよう、三つおみ。あなたが分かってあげなくてどうするの、このバカ妹。なぜ彼が龍眼を使わずに戦っていると思ってるの。
あの人が今戦ってるのは三臣君だけじゃない。あの人が戦ってるのは呪われた力とその運命なのよ。龍河に翻弄され続けた自分の弱さと戦っているの。見える。あの拳の向こうに永遠の安らぎが。この一撃で全てが終わる。マヤ、俺は生きているか。この先永遠にお前の中で生きていけるか。死、それが龍眼が繰り返し見せてきた俺の運命だが、ようやく捕まえたぜ、地獄行きの相棒をな。一人では死なん。肘、あの野郎、初めから相打ちを狙ってあの状態で家庭床板に叩きつけられたら。やめろシーン。マヤ、こいつとお前の涙を連れて行く俺を許してくれ。腐れ刀めが泣いておる。ようやく我が悲願が成就する時が来た。自分の死を覚悟してすらこの程度か。弱えな。がっかりしたよ。弱い。これが学園の頂点に君臨していた男の実力か。いや違う。俺が強くなったんだ。俺が強く、ずっと追い続けてきた背中を俺は今超えた。シンさん、今ならあんたが力に溺れた理由がよくわかるよ。俺はただ奪われ、ただ消えていく。やめよ三臣、とうに勝負はついておる。やめよ、やめ。大丈夫よ、シンくん。もう大丈夫だから。嫌だ、もう嫌だよ。よく頑張ったね。もう大丈夫だから。あっけない。あまりにもあっけない。死にたくないよ。シンくん。バカな。これは高柳家の奥義、竜形機構、単身校。
シンくん、ごめんなさい。邪魔しちゃったね。私本当に最後の最後まであなたの邪魔ばっかり。結局勝てなかったわね。私たち自分の弱さにも運命にも。よく言ってたよね。人は裸で生まれてくるんじゃないって。でもだから人は死ぬ時には何もかも捨てていくの。神様に新しい人生をもらえるように。でもこの世に残ったあなたのかけらは必ず誰かの心に宿るわ。それが私たちの生きた証なんだよね。マヤちゃん、三臣くんをお願い。シンくんと同じ道を歩ませないで。兄上。俺は最後まであいつへの思いを断ち切ることはできなかった。シンくん、あなたの心は最後まで私のものじゃないけれど、あなたの魂とこの涙は私が連れて行く。文七さんもクズ男も重傷だ。復帰するのは来年以降になるだろう。俺にはそれを悠長に待っている時間はない。この学園には未だ数十人、潜在的に力を持つ者たちが存在する。今のうちに執行部をさらに強大な権力を持つ組織に改革せねば、奴らが目覚めた時に対抗できないだろう。気が向いたらいつでも来い。待っている。三つこの愚か者が。